皆さんこんにちは。そろばん講師のとしひこと申します。それですね、今回は第1回ということで、そろばんの使い方についてご説明をしていきたいと思います。まずはですね、そろばんを弾く前にですね、そろばんにも他のスポーツと同じように、しっかりとした、フォームというものがあります。まずそちらをですね、ご説明していきたいと思います。まず、左手はですね、このそろばんの左側ですね、この端っこをですね、しっかりと握っていただきます。そうすることでですね、弾いているときにそろばん玉が動かないようになります。で、続きましては、この右手ですね。そろばんは基本的に左手で押さえて、右手で弾きます。上手になるとですね、そろばんは、両手で弾くようになったりはするんですが、基本的に最初は、右手でそろばんは弾いていきます。でですね、そろばんを弾くときにですね、使う指は限られています。どの指を使うかというとですね、人差し指、親指、この2本だけです。でお子様はですね、結構ですね、最初、やはり握ったりするのが、ね、あとは開いてしまう。結構こういったパターンが多いです。でもしですね、指が開いてしまうとですね、例えば1足したいのに間違えて他の球を触ってしまうと、自分が今いくつ置いたのか、最後計算し終わった時にですね、スロバを見た時に、こうやって横に関係のない球が浮かんでしまうとですね、違う答えになってしまいます。これを防ぐためにですね、一ついい方法があります。それをですね、今から皆様にご説明したいと思います。ではどうするかというとですね、何かしら棒状のものがあればいいので、ボールペンでも、シャープペンでも鉛筆でも構いません。こちらをですね、右手でまずギュッと握ってみましょう。そうするとですね、今こういった形になっていると思います。でですね、この状態からですね、親指と人差し指、少し力を抜いてみましょう。そうするとこういった状態になります。そうするとですね、見ていただければわかると思うんですが、親指、人差し指以外の3本の指はしっかりとペンを握った状態になっています。もし力を抜いてしまうと鉛筆やボールペン、シャープペンは落ちてしまいますね。しかし落ちてしまったらそろばん玉も動いてしまうので、そういったことにならないように、絶対手はギュッと握ったままになります。で、ちょうどこの2本をパクパクする形です。これが基本スタイルになります。では、どこが何の位を表すのかについて見ていきたいと思います。今僕のそろばんはですね、ここに黄色いシールが貼ってあります。ここは便宜上1の位ということにしたいと思います。そうするとですね、そろばんは左に移動していくにつれて桁数が大きくなっていきます。どういうことかというとですね、もしここが1の位であれば、左に1個ずれるとここは10の位。もう1個ずれると100の位。そして次、1000の位。1万の位。10万の位。100万の位になっていきます。お気づきの方もいるかもしれませんが、そろばんはですね、3桁ごとにですね、点が書いてあります。これよく皆様がお買い物とかで行くときにですね、カンマを見るかと思います。このカンマはですね、このそろばんの上ではこういった点で、いわゆる定位点と言われています。それはですね、お買い物とかで見るカンマ、コンマと同じということです。現状ですね、今僕のそろばんはですね、3桁ごとに色が変わっています。そうすることでですね、皆様の理解がさらに深まればいいかなと思っております。では、実際に数を置いていきましょう。まずここに1の位に1つ置くと、これを1ということになります。では、同じようにもう1個足すと、2、3、4。では、4の次は5ですね。しかし、下の玉は4つしかありません。では、5はどうやって置くかというとですね、上の玉1つ、これで5ということになります。では、6は下に1つ足して、7、8、9。さあ、ここで少し考えてみましょう。9の次は10ですね。しかし残念ながらもうここは9でいっぱいになっています。では10はどうするかというと、少し数字で10をどうやって書くかっていうのを考えてみましょう。10は数字では10というふうに書きます。そろばんでも同じように置けば大丈夫です。先ほど1の位の隣は10の位と申しました。
そしたらここに1つ置けばそれで大丈夫です。そうするとこれで10、10ということになります。大丈夫そうでしょうか。そしたらあとは簡単です。ここに2個置けば20。もう一つ押すと30、40。では50はどうするかというと、先ほどやりましたね。上の玉を1つだけで5ということになります。そしたら、これで50ということになります。同じく60、70、80、90。となると次100。これも先ほどありました。次の位は左に1個移動して、そうするとここが100ということになります。はい、今回はですね、100、ここまでということにしていきたいと思います。次回はですね、実際に足し算、引き算、それをやるときにですね、どのような指使いをしていくのかについてご説明していきたいと思います。